今回のテーマは、望む未来を明確にするということでお話をしたいと思います。前回、自分軸で豊かに生きるための5つの法則みたいなことをお話をしましたけれども、今日はその法則第一、望む未来を明確にするということについてね、ちょっと詳しくお話をしてみたいと思っております。よろしくお願いします。で、この望む未来を明確にするっていうのは、コーチング界隈でよく言われるゴール設定というものだというふうに理解していただいて構いません。まず、どうなりたいのかですね。自分自身がどうなりたいのか、どうありたいのかという将来像を明確にしましょうということです。目的地、到達地点を定めるっていう感じですね。で、なんでこれが必要かというと、やっぱ目的地っていうのがないと、どっちに行っていいか分かんないんですね。どっちに行っていいか分かんないと、結局日々の出来事に流されてしまう。周りの環境に流されてしまうということなんですよね。そういった時になんとなくパッとイメージに浮かぶのは、川の流れに川に落ちた木の葉みたいな感じ。もう川の流れに沿って流れていく、流されていく。悪く言えば翻弄されているっていうんでしょうかね。主体性が何にもなくって、流されるまんまに流れていき、どこに行き着くかもわからないと。そんなことになってしまうと。ただただ周りの都合に流されて、気づいてみたらわけのわかんないところにいると。あれ、こんなはずじゃなかったのにとか。私こんなんでいいんだろうかとか。これからどうなっちゃうんだろう。どうすればいいんだろうか。その時考えるんじゃなくて、っていうことですね。そうならないためには、望む未来を明確にしましょうということです。望む未来を明確にすることによって、こっちだって自分で決めることができるわけですよね。そうすると、川の流れそのものを変えることはできないとしても、やっぱり、流れの中で、うまくね、オールを漕いでいくことによって川を逆流することもできるし、川の流れを横に移動することもできるだろうし、自分の進みたい方向に自分で進むことができますよね、ということです。まず、目的地、到達地点を定める。こっちに行くんだという、そこを明確にしましょうということです。で、これは、必ずしも難しく考える必要もなくて、仮置きとか当面の目的地で全然構わないと僕は思っています。例えばですけど、一例を挙げてみるとそうですね。受験とかに例えてみましょうか。受験に例えてみると、例えば高校受験しますと。大学受験でもいいんですけど、志望校を決めて受験勉強に励みますと。で、まず例えば高校受験、志望校を決めて勉強して、その結果、例えば合格しました。としましょう。でも別にそこで終わりではないわけですよね。その後高校3年間終わればまた大学受験。大学に行く方はですけど、大学受験というのがあって。で、また志望校を決めて、勉強して、例えば合格して。でもそこで終わりじゃないわけですよね。やっぱり大学卒業したら、今度は就職か。じゃあ就職したからつって終わりかつったら終わりじゃないわけですよね。またその後、転職だったり、いろいろ移動だったり、家を買うだ、引っ越すだ、結婚するだ、海外移住だ。いろんなことが起きるわけです。それと同じですよね。その場その場でゴールっていうのは作られていく。なので、とりあえず未来の姿、望む未来っていうのは仮置き、当面の目的地で全然構わないっていうふうに僕は思っています。でも、そうであったとしても、仮置きであったとしても、やっぱり目的地っていうのは必要だっていうのを、ここではお伝えしたいなと思いますね。なんでか、なんで目的地が必要なんだっていうと、先ほど言いましたけれども、どっちに向かうかを自分で決めるためなんですね。こっちだ。自分で決める。自分で決めることによって周りに流されないで進むわけです。例えば広い広い海にいます。もう地平線じゃないか、水平線か、海ですからね。水平線の彼方まで海が広がっていて、四方八方360度全部もう水平線の彼方まで海です。何もありません。という時に、ね、ぷか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 浮かんでるだけだとすると、どうなるでしょうということですね。例えばそこに、実は潮の流れがあって、例えばそれが北向きに流れています。で、もし目的地が何もなければ、そのまま潮の流れに乗っているということも気づかないまんま、
気づかないまんまにそのまんま流されていって、北に持ってかれちゃうっていうことですね。でも例えばその時に自分は南に行きたいんだ。目的地が定まっていれば、あれこれ北に流されてないかって気づくわけですよね。で、そうすると、そこから南に向かうための工夫っていうのが始まるわけですよ。その工夫のね、具体的に何をするかっていうのはもちろんいろいろあると思います。オールで一生懸命漕ぐとか、帆を張ってとか、なんかいろいろやり方はあるんだと思うんですけど、でもそこの工夫っていうのが始まる。あれこれおかしいぞ。こっちに行くんだっていう主体性を持ってあれこれ工夫するっていうことがそこで始まる。そこを始めるためにはやっぱりこっちに行くんだっていう目的地が必要なんですよ。主体性を発揮するため、望む未来を明確にする。そんなことが必要なのかなというふうに思います。ここまでが今日お話しした一つ目のお話なんですね。で、ここから二つ目の話なんですけど、じゃあその望む未来っていうのはどんなものがふさわしいですかっていう話を次にこの後したいと思います。で、先ほどのちょっとね、受験の話せっかく出たので、その例え話でまたちょっと進めてみたいんですけど、志望校を決めるって言ったときに、どんな風に志望校を決めますかっていう話なんですね。あなたはどんな風に志望校を決めるでしょうか、あるいは決めたでしょうか。なんか要素って、もちろんいろいろあるとは思うんですけど、ざっくりちょっと2つあるかなというふうに思います。ここで話をしてみたいのはざっくり2つの要素ですね。1つは、行きたい学校っていう、当たり前のすごく当たり前の話なんですけど、もう1つは、今の学力では受からないような学校っていうのが、なんかあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。要は、今の学力では受からないような学校が志望校だっていう、わかりますかね。なんかここに大きなヒントがあるような気がするんです。例えば、受験にあたっては、一個だけ受けるっていうのもあるでしょうけれども、多くの場合は複数の学校をね、受けるんだと思います。で、その時には、一つぐらい、今の学力でも十分に合格できますっていう学校を、一つぐらい入れとくのかなというふうに思うんですけど、っていうか、僕の場合は入れてたんですけど、それを志望校って言いますかっていう話です。今の学力でも十分合格できる学校。それって普通滑り止めって言いますよね。志望校ってあんまり言わない。うん、志望校っていうのはやっぱりここに行きたいんだ。目指す方向っていうか、自分の学力よりも上のところ。今は合格できない。でも、受験勉強することによって、合格できる学力は後から身につくんですっていうことなんですね。志望校を定めることによって、ここまで点数取らなきゃいけないんだっていうことが明確になって、だからこそ勉強するんですよ。わかります？勉強した結果、学力が伸びるんですね。学力がつくわけです。で、合格する力が後から身につくわけです。そうですよね。今この瞬間は合格できなくたって構わないわけです。将来の試験日までに合格できる学力が身についていればいいっていうことなんですよね。なんかここに一つすごく大きな、なんて言うんでしょう、ヒントというか、ポイントっていうものがあるなというふうに僕は思います。今、できなくったって構わないっていうことですね。むしろ今できないようなことを目標に掲げるっていうことの方が本来あるべき姿なんじゃないですかっていうことですよ。この点、例えば、人に夢を語ったりすると、友人とかに、もしかしたら、時にね、そんなこと本当にできるのとか、やめときない、難しすぎるんじゃないのとか、いう人っているかもしれません。もちろんその人は、悪気があってそういうふうに言ってるわけではないっていうふうに思うんです。あなたのためを思って、心底を心配して気遣って言ってくれてると思うんですが、でも、その時その人は、もしかしたら、今のあなたしか見ていないんじゃないかなっていうのは、どうなんだろうっていうのは、そこはね、しっかりご自身で考えてみる必要があるんだと思うんですよね。さっきの受験の話と同じです。
今の学力を前提に進路指導してくる先生っているじゃないですか。今の君ならこのぐらい合格できるよって言って、だからここに行きなよっていう。今の学力を前提に進路指導をしてるんじゃないですか、その人は。っていう話なんですね。そうじゃなくて、いや、今合格できなくても自分はこの学校に行きたいんだ。だから受験勉強して行けるようになるっていうその発想が全然ない。未来の可能性とか、成長の余力、伸びしろみたいなものは全然考慮されてない。っていうことになってませんかっていう。そこはしっかりご自身で確認してみるといいんじゃないかななんていうふうに思うんですよね。今のあなたを前提に未来を見積もるのか。未来の成長したあなた、今よりもはるかにできるあなたを前提に未来を見積もるのか。どっちにしますかということなんですよね。ぜひ、受験の要領で。今は叶わないかもしれない。でも、やっていってそこに到達するんだ。そんなね、今はできないけど未来はできる。そんな望む未来っていうのを明確にしてもらえればなというふうに思います。できるようになればいいだけなんですからね、要は。で、方法は必ずあります。問題はそれを見つけられるかどうかなんですよ。例えば大金持ちになりたいって言ったら、現に大金を稼いでる人って現にいるわけです。海外に移住したいって言ったら、海外に移住している人って現にいるわけです。宇宙飛行士になりたい。現に宇宙に行った人っているわけですよね。方法はあるんですよ。問題はそれを見つけられるかどうか。そしてそれに向けて行動ができるかどうかなんですよ。結果を出すのは能力ではない。行動である。っていう僕のすごく好きな言葉があるんですけどね。能力じゃない。行動なんです。で、できないと思うとやっぱ行動の一歩がね、進まないんですよ。できないと思うとできない。で、このできないと思うとできないっていう時に、心理的な壁みたいなね。よく僕もあなた自身の行動を制限している、あなた自身の可能性に蓋をしているのは実は自分自身、あなた自身なんじゃないですかということを言います。この時に、すごく有名なあるエピソードをちょっとお話ししたいと思います。これすごく有名な話なので、どこかで聞いたことがあるかもしれません。ロジャー・バニスターっていう人のお話です。で、ロジャー・バニスターって何者かっていうと、その界隈ではすごく有名な人なんですけど、陸上の選手なんですね。で、陸上の選手で何をしたかというと、当時当時とかな、1マイル。1マイルって約1.6キロですね。1.6キロ、約1.6キロ、1マイルを4分以内に走るっていうことを初めてやった人です。で、当時、1マイルを4分以内に走り切った人は誰もいませんでした。そして、なんていうかな、驚くべきことにというんですかね。4分を切る、1マイルを4分切るようなペースで走るのは人間には不可能だって言われていました。医学の分野でも本気でそれ信じられていて、4分を切るようなペースで走ったら、1マイル走ったら死んでしまうって言われていたんですよ。これ、医学の分野でもそう言われていたんですね。不可能だ。物理的に不可能だって言われていた。でも、1954年、ロジャー・バニスターっていう選手がね、1マイルを3分59秒04で走ったそうです。でもちろん彼は走り終わった後も生きてるわけですよ。で、そこで初めて彼が、ロジャー・バニスターがですね、1マイルを4分以内で走るのは不可能だっていう思い込みを打ち破ってみせたわけですね。そうすると、不思議なことが起きます。その後、誰も打ち破れなかった1マイル4分の壁を打ち破っていく人がゴロゴロ出たんですよね。可能なんだっていうことが分かったので、できるようになったっていうことなんです。これね、すごく不可能だという思い込みっていうね、
ことでよく使われるエピソードなので、僕も使わせてもらいました。決して自分がこう、なんかね、編み出したわけじゃなくて、よく言われるエピソードなんですけど、やっぱここにね、大きなすごく学びがあると思うんですよね。できないって思い込んでるとやっぱできないんですよ。そしてできないのは、何よりもまず、できないとあなたが信じているからなんですよっていうことなんですよね。できないと。本人が思ってりゃそれはできないですよっていう。もちろんだからといって、できると信じりゃできるのかっていうと、またそれは別の話だとは思います。でも、少なくとも、できないと思ってりゃそれはできないですよっていうことなんですね。そして、繰り返しになりますけども、成果を出すのは能力じゃありません。行動です。で、能力っていうのは後から身につきりゃいいんですよ。とするなら、この望む未来を明確にする。その時に問うべきなのは、能力の問題ではないです。できるかできないかじゃないです。成果を出すための行動をする意思があるか、行動することにコミットできるかっていう、本人の本気度とか覚悟っていうことがむしろすごく大事なんだなって思います。先ほどの受験の例で言えば、その志望校に本気で合格したいと思ってるんですか？本気でその学校に行きたいんですかっていうことですね。実は行きたい学校っていうね、そんなの当たり前だよねって言った、そっちが実はなんかすごく中核、大事。実はそういうことなんですよね。友達が受験するんで付き合いでとか、先生に勧められたからとか、なんかそういう他人本位な決め方ではなくて、自分で決める。主体性、自発性を持つっていうことですね。そのことによって、こっちが自分で決める。自分で決めるからこそ、流されない人生を歩んでいく。それが第一歩になるっていうことですね。そしてそれが取り物をさず、自分軸を定めていく。その第一歩にもなるんですっていうことでございました。今回は望む未来を明確にするということについてお話をさせていただきました。この学びに感謝します。この学びをお伝えすることができたことに感謝します。そしてこの話を聞いてくださったあなたに感謝します。今回は望む未来を明確にするというテーマでお話をさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。